ゆいこと申します。よろしくお願いします。 JKFW のレッスン講師をしております。お願いします。15歳の時からモデルの仕事をしてまして、今年で31歳になります。20歳ぐらいまではファッションショーの仕事をやっていて、そこからテレビとかでタレントの仕事もさせてもらっていて、現在では自分の会社で芸能界を目指すモデルを目指す子たちのレッスンをしたり、ファッションショーなどのステージの指導をしたり、アパレルやコスメの販売などいろいろやりながら2人の子供を育てるお母さんもしています。ありがたいことに初回から、させていただいているので、初回から参加している子たちはずっと私のレッスンを受けてもらっている感じです。なんかどんどん背高くなって成長を感じてます、毎年。きっかけは、10代の時に代官山コレクションっていう東京のファッションショーの方でお仕事をしていた方がこの JKFW に関わっていらっしゃって、そこでレッスンゆい子してるよねみたいに言われて、よかったらやってみないっていうことで、初回からやらせてもらいました。自分も海外でそのショーだったりとか事務所の所属だったりとかそういうことをやっていたので、パリを目指す子どもたちがいるっていうのを聞いて、そこの力になれるならぜひやりたいなという思いでやったんですけども、何も分からなかったんで、どういうレベルでどういうレベルを目指してるのかも分かんなかったんですけど、そういう私も分かんない中でみんなと会えたのは楽しかったなっていう思い出があります。26歳とか25歳ぐらいから現役やりながら、やっぱり若い子たちを教えてほしいっていうことがあったので、小学生ぐらいから上は30歳ぐらいまで教えていて、今はとある学校の、芸能モデルスクールの講師もしてます。JKFW に参加して、子どもたちの成長をたくさん見させてもらったので、この先もやっぱり教えていくっていうことは続けたいなとより強く思いましたし、やっぱり自分も現役でやっている以上このまま憧れてもらえるようにモデルとして頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。私の母がモデルをやっていたので、母がやっぱりもうかっこよくてママみたいになりたいっていうのが小学生で漠然とあったんですけど、父がすごく厳しい家庭で育ったので、もう勉強学業優先だったんですね。なので中高の間モデルダメっていうことでした。見たのは小学校ですかね。ちっちゃいデパートのコレクションだったんですけど、それは鮮明に覚えてます。福岡の、大丸っていうデパートのショーでした。スタイルからオーラから違うモデルさんが歩いて服を見せてるのが本当にかっこいいなと思ったんで、小さかったんで漠然としてましたけど、あんな風になりたいなっていうのはありました。みんな緊張してますやっぱり。最初ガチガチですね。やっぱり子供同士もまだ仲良くはなってないので、最初の方はみんなシーンとしてますけど、何回かねもうレッスンを重ねていけばみんなも仲良くなって、多分先生って異様に怖く見えると思うんですけど、ゆうこ先生意外と大丈夫みたいなのが分かってもらえれば、多分和気あいあいとやってますね。結構厳しい方だとは思います。やっぱり自分も現役時代すごく厳しい先生に教わってたので、礼儀挨拶とか時間に遅れないとか、モデルとしてまず初めに大事なことを私も教えていきたいと思ってるので、そういう点では厳しかったり、あとお家でできることをやってこないとか、そういうのは私に限らずスタッフさんも結構厳しく見てると思います。そこはねJKFW だけじゃなくてどの現場でもあることなので、年齢は関係ないのかなって思います。私のレッスンを通してやっぱり一つでも多く学んでもらえたら嬉しいと思ってますし、子供時代にこのファッションショーを向けて頑張るっていうのは普通の子じゃ経験しないことだと思うので、これからのモデル人生、モデルやらない場合でも生きていくとは思ってます。海外で活動するって本当に難しいね、ハードルが高いことで、自分の個性とかがすごく大事になってくるので、ベーシックにいるんじゃなくてアドバンスをたくさん取り入れて自分なりのモデルっていうのを作ってくれたら、私はそこにちょっとでも参加できてたら嬉しいかなって思います。自信じゃないですかね。やっぱり自信がある子はオーラが出るんで、その場を制すじゃないですけど、自信がないとしてもまずは自分が一番自分のこと好きでいれる存在であるのは本当に大切だと思います。
やっぱり海外からたくさんモデルもスタッフさんもいらっしゃいますし、この現場も海外に向けて発信されていくので、日本だけじゃなくて活動していきたいとか、日本じゃちょっと窮屈かもって思ってる子とか、そういう子たちにまずはスタートラインとしてここを通っていってもらえたら嬉しいなって思います。なんか2種類あって、一つは結構シビアな話なんですけど、やっぱりこう太っちゃいけないとか太るなって言われた時代があって、食事コントロールを自分に厳しくしすぎちゃった時にご飯を食べれない、いわゆる拒食症だったり、ご飯を食べたら戻してしまう過食嘔吐だったり、そういう摂食障害の時期っていうのが19歳から22歳ぐらいまであったんですね。そういう時って、最初は痩せてる時はいいんですけど、リバウンドしてしまった時に顔つきも変わって仕事がやっぱりゼロになった時期っていうのがあったんですね。なのでそういう時はやっぱり自分をもっと大事にしてあげるとか、ヘルシーなものを食べてたくさん運動する、たまにはチートデー、娘ともよくやるんですけど、チートデー作って楽しく多分夢を追ってった方が顔に出ると思います。ハッピーオーラとか幸せそう、楽しそうとか。不幸そうな人とはね、多分誰とも仕事したくないと思うんで、ここは大事かな。あとはポップな方で言うと、やっぱりオーディションって例えば年間100本ぐらい受けるとするじゃないですか。そしたら100本受けて1本受かればいいとか、300本受けても100本受ければ1本受かればいいって言われてるようなもんなんで、1個落ちたからってどん底にへっこむじゃない。たまたま自分の雰囲気がそのショーに合わなかった、たまたま自分の髪色がその時のルックに合わなかったって、ポジティブに捉えることもすごく大事なんで、モデルさんもみんなね、もうオーディションは落ちてます、絶対に。だからいちいちへこまないで、次私が似合う舞台はどこだろうって思った方が多分ね、長く夢を追えると思います。やっぱり体型が細いだけじゃない、いろいろな人種、いろんな体型の人が多様性が豊かでね、受け入れてもらえるようになったんで、なんかどんな人がいるのかなって今 SNS もたくさん発展してるんで、こう見てもらってもいいと思いますし、やっぱりウォーキングも全然違います、毎年。その中でも自分はこのルックがかっこよく、見えるみたいなのがあった方がオーディションとか受かりやすいと思います。なんかレッスンでもいつも言ってるんですけど、 I'm a basic、 私が基本です、みんなの。だからそれをみんながアレンジして自分のウォーキングにしてねっていうのをめっちゃ言ってて、なのでゆいこ先生をコピーしようって思うんじゃなくて、コピペして自分で調味料を加えていった方が絶対いいよっていうのは毎回必ず言ってます。私がコピペされても誰も欲しくはないと思うんですよ。私と仕事してる人はもうすでに。なので私が基本にいて、じゃあゆいこ先生より自分は背が低いからもっと大きく見せようとか、ゆいこ先生の肩よりも自分もっと振った方がかっこいいからもっと振ってみようみたいな感じで思えてくると、多分ウォーキングも好きになると思います。いっぱいありますけど、やっぱりさっき言ったみたいに自信を持つこと、そして自分を一番好きでいてあげること、それがすごく大事です。悩んでたり、何か誰かに相談できないことがあったとしても、自分を信じて周りのサポートを受けながら頑張っていけば、きっと夢は叶うと思います。本当に自分を信じて周りに素直に相談したり、こういうことやっていきたいっていうと、意外と夢って叶っていく